はい、こんにちは、レガマさんです。今日はですね、グリーンレーザーですね、今年ね、2つ、僕は今回手に入れてますけど、この2つ、ね、ラスグーとシグマンですよね、同じような全周のグリーンレーザーです。しかも、アマゾンで売ってる価格もほぼ一緒、1万5000円前後ですよね。クーポンが、発行されている場合は、そちらで買う方が断然お得ってやつですね。僕のね、概要欄の方のね、Amazon のおすすめページからでもね、ご購入できますけど、非常に、現場でも大活躍している2つです。で今回この2つ実際に使ってきてどっちがいいんだっていうのをね、ちょっと比べていきたいなと思います。はい、まずね、ラスグーですね。これ7月ぐらいにね、今回の僕のチャンネルで紹介してます。実際にこれも上げていくところですよね。ちょっとだから、シグマよりが箱が大きいです。こういった、箱の内容になっています。予備のバッテリーとエレベーターと照準器の本体と説明書って感じですよね。で、要は予備のバッテリーが入っているっていうのがすごく強みなんですね。要は本体に一つもう入っている状態で、予備のバッテリーがあるってことですね。はい。で、本体で言ったら、ちょっと出しますよね。こういった形です。今ね、置き型、置くタイプの小型のグリーンレーザーでね、ちょっと多くなってきている形ですよね。はい、こういった感じのものですね。非常にデザイン的にも問題なくてかっこいいかなっていうやつですね。はい、これね、7月からずーっと使ってる感じですよね。結構長いです。はい。そしてラスグーの一番いいなっていう点は、やはり付属でついているエレベーターですね。こういったやつですね。これが、壁にね、ビスでトンって引っ掛けて、これでね、このつまみを回すと上下するっていうね、はい、タイプですね。この後ろから、本体をつけてみましょうかな。こういった本体の後ろにね、穴があるんで、これですね。ここに接続して、後ろからね、ネジを回します。はい、そしたら、固定されるやつですね。はい、でこれで、壁とかに引っ掛けてもいいし、鉄骨とかにペチャってへばってもいいです。結構真腕強いんで、落ちたりしなかったですね、今までね。で、あとはこうやってね、ちょっと、上下したいなっていう時に、微調整できるってやつですね。これがだから非常にね、よくって、結構活躍します。天井とかの下地とかでもね、全然いけるしね。はい。これがね、ラスグーのね、おすすめっていう感じですよね。はい。はい。そして、シグマンですね。シグマンはやはり箱が細かい。ちっちゃい。っていうか、細かいけどちっちゃいですよね。で、本体も結局ちっちゃいんです。比べると分かりますけど、内容はこんな感じになってますね。はい。本体ですよね。本体。ラスグーと比べるとかなり小さいです。そして、台ですよね。回転台、ね、エレベーターでは言わない、エレベーターで言わませんけど、回転する台がついてますね、三脚のね。これで、高さ調整ができるんで、ちょっと凸凹があっても、水平に持っていけるってやつですね。そしてエレベーターついてますけど、簡易的なエレベーターですね。使えないことはない。もちろん使えますって感じですね。はい、そしてシグマンはリモコンがついてます。リモコンで、結局レーザーの明るさとか、ね、要はラインのね、ついたり消したりっていうのはできるって話であって、実際現場で言うとね、使わないってやつですね。はい。あとは、普通に、説明書とかね、照準器が入ってます。説明書も日本語説明書でしたね。はい。という形でして、箱で言ったらね、もう断然、シグマンの方が小さいっていうわけですね。ちっちゃいですね。はい。で、本体。本体なんですけど、今ちょっと台のっけてる、本体なんですけど、台から下ろしますと、こういう状態ですよね。はい。こっちがラスグ。こっちがシグマ。大きさで言ったらもう全然、かなり違います。ね、違いますね。はい。
もう断然、こうやったらね半分もいかないけど、本当にもうかなりの小ささがシグマンですね。だから小型で軽量小型っていうのが欲しいなっていう人は、まあ、シグマンでいいんじゃないかっていう感じですよね。はい。でまあラインの出方っていうのはほぼ一緒です。やってても全然どっちっていう感じでねわからないっていう感じで、現場で2つぐらい出してやってる時あるんですけど、まあ、ほぼ一緒で、この手の全周グリーンレーザーの、まあ、欠点と言えるのはここに窓があります、ね、窓の柱部分ですよね。この窓のここがどうしても影になるんですね。まあ、つけると分かるんだけど、これ分かるかな。こう来た時にどっかに映ってるかな。ちょっと待ってね。見えないか。まあ後で説明しようか。ね、この辺に影が出てるよね。そう、これね。ラインがつながらないってやつです。ラインがつながらずに、途中で止まっちゃうって感じですね。切れてる。いや、ここにやっぱ影が、この、柱の部分でレーザーがグリーンレーザーで全周360度と言ってるけど、まあ柱の部分が欠けているって感じですよね。はい。まあ結局ね、ラスグーの場合は、まあね、エレベーターはいいんだけど、この三脚、回転の三脚がついてないんで、本体をぐるぐる回したいなって、このね、窓のこの柱の部分をかわしたいなと思って回しちゃうと、やっぱグラグラしちゃう、高さが変わっちゃうっていう部分があります。まあシグマに関しては、ちゃんとこの台があるんで、この上に乗っけていけば、くる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 回ってくれるんで、ね、回せるか。結構ね、チャチいけどね。チャチいね、チャチい。でもラスグーも別売で売ってるんで、まあ、別売でいいの買った方がいいかなっていうのもありますけどね。このように、まあね、本体をこうつけたとしても、くる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 回せるんだよっていうね、利点がありますよね。これがまあシグマンのいいところなんですね。はい。で、まあレーザーの出方、レーザーの濃さ、ね、はほぼ一緒です。もうね、どっちがどっちかって分かる人多分いないかもしれないですね。まあもちろん本体の大きさが違うんで、このように本体ね、今ちょっと外すけど、本体の大きさが違うんでラインの高さが違うっていうだけです。だからまあラインの大きさ、ラインの太さ、ラインの長さってことはないけどね、そういった濃さっていうのはそんなに変わらないですね。でまあ大体ラインのね、明るさ調整っていうのはできるんですよ、両方ともね。ラインの明るさ調整できますね。ラインの明るさ調整はね、こうやってあるけど、ね、ここにラインの明るさ調整あるんだけどね、これ分かる？これ一番濃いやつね、これ一番濃いやつ、そして徐々に暗くしていきますね、暗くしていきますけど、これね、現場から言わせてもらうと、このラインの明るさ調整なんかしないってやつですね。全くやりません。要は僕ら現場で使ってる人間からすると、常に現場では明るい方がいいということで、常に明るいんです。はい。いちいちその明るさ調整を押したこともないということですね。でシグマンのこのリモコンでもそうですけど、リモコンで明るさの調整とか、ね、ラインのね、3本あるラインを1本ずつ消したりできるんだけど、それもやらないって話ですね。いや基本的に全部フルラインの状態の一番マックスの明るさで現場では使ってるって感じです。まあそれを細かく、つけたり消したりする人もいるのかもしれませんけど、まあ、ほぼフルラインの状態で使うでしょうね。はい。でシグマンは、内蔵のバッテリーなんですよ。要は中にバッテリーが入っている状態なんで、取り出しできませんから、ここから USB-C で充電となりますし、使ってると、ここのキャップが外れちゃっています。外れてもうない状態ですね。はい。こんな風になったりもします。まあ、それは仕方ないかなっていう部分もありますけどね。はい。で、まだ落としたことはないんだけど、それなりに、まあ、こかしたりとかはありますけど、まあ、今のところ何の狂いもなく使えてますよね。でこの状態、この2つで、1個1個は1万5000円前後なんで、これで全周グリーンレーザーでこの精度であれば本当何の問題もないんですね。じゃあこの2つをね、どっちを選べばいいって話なんですよね。これね、はっきり言わせてもらうと、僕はね
ラスグーです。なんでかっていうと、やっぱり予備のバッテリーがあるじゃないですか。このね、予備のバッテリーがこうやってついてるんですよ。だからずっと使っててバッテリーが点滅しだしたらね、あってなってるわけですよ。そしたらね、予備のバッテリーを出してきて入れ替えたら終わりなんですよ。だけどシグマンに関してはどうしても内蔵バッテリーなんで、バッテリー切れたらやっぱり充電するのにやっぱ時間かかっちゃうしね。今だったらモバイルバッテリー横に置いときゃ使えますけどって感じですけどね。はい。予備のバッテリー1個分あるっていうだけでかなりいいかなっていうのがラスグーですよね。大きさはちょっとやっぱり大きいとかっていう問題もあるんだけど、この回転台も別売で買わなくちゃいけないんだけどエレベーターはいいよねってやつなんですよね。はい、これ面白いでしょ。なかなかねこれ全く一緒の感じにならないんだよね。だから一番のおすすめはラスグーも買うね、シグマンも買うって話ですよ。これね足したって3万円なんですからね。足して3万円っていうのはねもう激安なんですよ、これはっきり言って。もうマキタなんかどうなんのって感じだしね、京セラの僕ねほんと10時しか出ないようなやつでも2万8000円ぐらいしますからね。はい、なのでそう考えたらこの2つ足しても3万円っていうのはねもうほんと安い。しかも使い勝手がねこの窓のね柱部分が欠けるっていうのさえ理解しておけば使い勝手がむちゃくちゃいいんですよ。ちょっとこの辺にも貼っときますけど、墨にねこう墨に合わす時でもこの墨に対して横にねちょんと置いて、見ながら合わせることができるんですね。三脚タイプのドーム型のね、墨出し機の場合はこの真下に、ね、ピンが出たりするんで真下が十字のラインだったりするんでこう覗きながらね墨に合わせなくちゃ地墨に合わせなくちゃいけなかったんだけどこのタイプのやつっていうのは地墨に合わせるのがすごく楽なんですね。合わせやすいんですよ。だから、作業的にはねすごくこっちは、ね、いいなっていう部分がそこにありますよね。でもう6ヶ月使い続けてますけど基本的にはバッテリーももちろん別に申し分ないし、レーザーのラインが、暗くなったっていうこともありませんし、非常に使いやすく、使ってますし、精度的にもね、2つこう比べて使ったりもね、してますけど全然、精度的にはまだ問題はありません。強い衝撃加えたりとかはねまだないんで、普通にレーザーとして大事に使っている限りでは今のところ何の問題もなく使えてるっていう感じですね。ではねじゃあどっちがいいって話なんですよ。これねどっちがいいって話なんですよね。できるだけ小型がいいっていう方ね、エレベーターを使うことよりも、ね、三脚台を持ってて三脚台に乗せたいっていうんであればシグマンでいいんじゃないかってことですね。でもねバッテリーの予備が欲しいっていう方はもう断然ラスグーなんですよ。で迷ったら2個買えなんですけどね。はい。だからそれぐらいのレベルです。だから本当ねコードつけがたい部分があったりするんだけど僕のおすすめはやっぱりちょっとねバッテリーが1個分ラスグーですねって感じでしたね。はい。使ってる限りでは両方とも同じように使えてますから作業的には問題はないと僕は思いますね。はい。どっちもおすすめできるレベルだと僕は思います。価格的にもね1万5000円前後ってねもうねこれ以上安くならないよっていうレベルです。もっと安いやつもあるんだけどやはりちゃんとしたメーカーであるっていうことでやっぱりちゃんとね3年保証とかついてますからねちゃんと保証もあってちゃんと Amazon でもちゃんと自分の自社製品としてのブランドのページを持ってるようなところですからやっぱりそれにね信用は高いですよね。で今ね国内メーカーのレーザーを買ったからといって精度が高いっていうわけでもないんですよ。でどうしても初期出荷でやっぱ不良もあります。でラスグーでもシグマンでも初期出荷で不良があるっていうのを僕も聞きます。だけどそれはね返品交換、すればいいということですけど意外とね国内メーカーね返品交換できない時があったりするんですよ。1ヶ月か2ヶ月ぐらい使っての問題とかになってくると交換じゃなしに修理になっちゃうんですね。修理してもなかなか治ってこない納得するような形で治ってこないままなんかズルズルいっちゃうっていう感じのね、メーカーもあったりしますから意外とねもうねそこはもう割り切って安いの買って、
本当に壊れたらもう買い替えちゃうっていうぐらいでいいんかなっていうのが僕の感想ですよね、レーザーに関して言えば。だからもう全周グリーンレーザーであればもう2択でいいんじゃないかなっていうふうに最近本当にそんなふうに僕思ってますからね。はい、ということで今日はまあシグマンのグリーンレーザーね、そしてラスゴーのグリーンレーザー実際に現場で使ってみての、感想でした。さああなたはどっちを選びますか？ではまた。